はい、こちらは前回に引き続き南京町の南京町広場になります。でこれからですね、神戸の豚まん三大豚まんの一つと言われております神戸のね中華屋さんのコーランさんへ向かっていきたいと思います。そのコーランさんがね、この南京町の中に本店がありますので、そちらの方に向かっていきたいと思います。元町駅前の四香楼さん、1個270円の豚まん、マスタードをつけていただきたいと思います。神戸南京町の本店のあるコーランさん、1個360円の豚まんです。とても贅沢なコーランさんの豚まんをいただきたいと思います。先ほどの南京町広場から約100メートルほど西の方へ向かっていっております。こちらね、だいたい時間にして3分から4分ぐらいで、時間がまだね午前中10時ぐらいなんで、お店がねまだそんなに開いてないですね。で一番端っこにございますんで、コーランさんね、こちらの方向かっていきたいと思います。で左側こちらね、コーランさん見えてまいりました。外にねテーブルとか置いてましてね、外で食べれるようになってますね。はい、こちら、南京町コーランさん出てまいりました。こちらが本店ですね。ただこちらまだね準備中となってましたんで、先にね別のお店へ向かっていきたいと思います。でこちら南京町はね、お店の中で食べるというよりも外でね、歩きながら食べるという中華街でございます。それでは先にね元町の方にあります四香楼さんの方に向かっていきたいと思います。こちらがね西安門ですね。こちらが北の方へ向かっていくと、ちょうどね、元町駅の西改札口に出ますんでね。はい、こちらがね西安門ですね。はい、それではね元気よく今回も参りましょう。それでは場所変わりまして、こちらが JR と阪神電車の元町駅の西改札口ですね。この近くにね本日向かう豚まん屋さんがありますので、そちらの方に向かっていきたいと思います。で元町駅のね一番のメインは東口なんですね。神戸大丸であるとか元町商店街のね入り口は東口なんですが、こちらは西口になります。で道路を挟んで向こう側に、これからね向かいます1軒目の四香楼さんというね豚まん屋さんがありますんで、そちらの方へ向かっていきたいと思います。それでは横断歩道ね、信号が青になりましたんで渡ってまいりましょう。右側がね、場外、馬券売り場ですね。こちらが四香楼さん、神戸元町の四香楼さんですね。こちらのね豚まんもかなり有名なお店でございます。で3つからねこのような箱、化粧箱にと入れてくれるということですね。それではね中の方に入っていきたいと思います。すいません、豚まんの持ち帰りで2つでお願いしてもいいですか？はいいです。はい、540円です。60円のお返しです。後ろでご用意します。はいね、持ち帰りのお客さんと中で食べられる方がねごちゃ混ぜにならないように、持ち帰りの場所がね別になっているような感じですね。はい、すいません、ありがとう。はい、それでは、購入しましたんで家に帰りましていただきたいと思います。はい、それではこちらがね、四香楼さんの豚まんですね。でこちらのね、紙があるんですが、こちらがね調理の、仕方と、あと、保存方法を書いてます。でマスタードがね、1個につき1つ、ついてまいります。でね、2つ以下でしたらこのようなプラスチックのね、入れ物に入れてくれます。1個がね結構大きいですね。ずっしりとした感じでした。ではねこの2つとも、蒸し器で温め直してまいりましょう。
今現在蒸し器で温めて約10分後ですね。蒸し上がりましたね。ふかふかでございます。大きさが約10センチ、結構大きいですね。で、高さが約6センチでございます。だいたい 5.5 から 5.8 センチぐらいですね。で、全体の重さが、184グラム、結構重たいですよね。で、裏にはこうね、競技がついてます。で、中のね、肉の具はこんな感じ、ぎっしりと詰まってございます。で、具の重さが約64グラムでございます。でね、外側の皮については116グラム。まあね、皮が大きいのは仕方ないですね。それでは美味しくいただいてまいりましょう。でね、添え付けてありましたね。マスタードつけて食べたいと思います。でね、裏の競技を慎重に剥がしていきます。というのもね、肉汁がすごくてね、もう皮が破れそうなんですね。こんな感じでね。皮がトロトロになっています。ではね、マスタードをつけて、豚まんをね、美味しくいただきましょう。でね、醤油とかね、そういうのつけなくてもね、全く問題ないのでね。はい、もう豚肉とね、玉ねぎの、具がね、ぎっしりと詰まっております。持った感じもね、すごく重たいという感じですね。こんな感じでね、もうお肉がぎっしりとお肉食べてるという感覚ですね。新海地のね、春陽亭さんと同じようにね、ぎっしりとお肉がね、詰まってるっていう感じでしたね。で、皮もね、ほんのり、甘いんでね、お肉のボリュームとね、皮のボリュームがすごいんでね、なかなかと食べきれません。もうこれ1個でお腹いっぱいになる感じですね。はい。もうね、よいしょよいしょって感じでね、食べていきますけどもね。でね、こちらのシコーロさんのね、豚まん、中のね、あんもそうなんですが、玉ねぎのね、甘みがすごいんですよ。玉ねぎの甘みと、それと豚肉のね、旨みが相まって、なんかもう、本当に美味しかったですね。で、辛みはね、ほぼないです。で、他の豚まん屋さんね、黒胡椒入ってたりするんですけど、こちらは黒胡椒が入ってなかったですね。本当に旨みと甘みがね、ぎゅーっと凝縮したような美味しさでございました。それとね、もう豚まん自体が大きいのでね。はい、それでは、考察をしてまいりたいと思います。こちらのね、チコールさんの豚まん、旨みが、9、甘みが8、塩味がね、ちょっと塩味があるんですかね。で、大きさが10センチ、高さ6センチ、全体の重さ 184.3g、具の重さ 64g。でね、醤油ベースのお肉のね、中身でございまして、皮がね、ほんのり甘さと塩味がございます。豚肉ね、淡路産の、玉ねぎで甘みがね、しっかりと引き出されております。でね、豚肉からの肉汁がね、溢れ出てね、ものすごくジューシーでございます。でね、こちら、1つから販売はしていただけるんですが、化粧箱がついてくるのは3つからでございます。1つね、270円でね、そこまで高くはないかなと思ったりもします。はい、それではね、次の豚まん屋さんへ行ってみましょうかね。それでは参りましょう。はい、それではね、午前中行きそびれました、南京町の、豚まん屋さんのコーランへ行って参りましょう。はい、こちらからですね、南京町の方に向かっていくんですけども、神戸南京町に向かう際は、元町駅の東改札ではなくて西改札口から行く方がね近道ということですね。で、先ほどの道をね、下へ、南側へ降りてまいります。でね、目の前が元町商店街ですね。で、元町商店街を横切りまして、さらに奥に行くと左側にね、中華っぽいような、ゲートですねが見えてまいりました。こちらがね、神戸の中華街南京町の西の端でございます。こちらが西安門ですね。西安門のすぐ右側にコーランさんがございます。西安門ですね。はい。でね、先ほど朝方はね、コーランさんまだ営業してなかったですけども、
お昼近くなりまして、こちらね、今現在営業をしてございます。こちらね、ラーメンを販売してございます。で、表側ではね、豚まんとシューマイですかね。あと、それらしきものがね、販売してございます。他のお店ではね、ごま団子とかいろんなものを売ってるんですが、コーランさんでは豚まんじゅうとかね、小籠包などが販売しているようですね。はい、ちょうどね、この時期、10月ぐらいだったんで、修学旅行生の高校生ですかね、がものすごくね、見受けられましたね。で表側でね、その買ったものをね、食べることができます。名物、焼き小籠包ってなってますね。はい。でね、こちらでね、豚まんをいただくんですけれども、こちらね、コーランさん、店の前で食べる豚まんと、持ち帰る豚まんが少しね、大きさが違うようなんですね。持ち帰る方はね、少しだけ小さくなっているようですね。ただね、こちらコーランさんは持ち帰り用のね、豚まんは冷凍したものを販売していただくことができます。それではね、自宅へ持って帰りまして、いただいていきたいと思います。それでは自宅へ帰りましょうかね。はい、こちら、コーランさんの豚まんですね。化粧箱に、3つからね、入れていただけます。でね、豚まんはね、冷凍なんですが、1つずつ袋に入っているので、一気に食べない場合はね、個別に冷凍庫にね、入れて1ヶ月ぐらいだったら大丈夫のようなので、そちらにね、保存しておくことでできますね。それでは蒸し器で温めてまいりましょう。蒸し始めて10分後ですね。こちらが、美味しそうに蒸し上がりました。大きさを測ってみると、大きさがね、約9センチですね。直径9センチで、高さが約5センチですね。先ほどのね、チコーロさんに比べて少し小さいんですかね。それでは重さを測ってまいりましょう。重さが 126g でございます。で、中に入ってるね、具の方、あんはこんな感じ。結構いろんなものが入ってそうですよね。黒いのはね、椎茸ですね。はい。ではね、中の、具の重さを測ってまいりましょう。こちらね、具の重さがすべてね、移しまして約 29g でございます。はい。でね、肉汁たっぷりなんでね、結構出すとボロボロと崩れてましたね。はい。それではね、豚まんの方を美味しくいただきたいと思います。もうね、中の具からね、肉汁が溢れ出してきてね、めちゃくちゃ美味しいんですね。で、中に入ってる具がね、豚肉と、あと、淡路産の玉ねぎですかね。それと、椎茸と小さくなったね、タケノコが入ってございます。でね、コーランさんはね、経木ではなく紙を敷いておりますね。こちら見ていただいたらわかると思うんですけど、中のね、肉汁が染み出してね、そこのね、薄皮がもうトロトロなんですね。もうそれぐらい旨味がどんどん出てますんで、蒸したてなんで、ね、めちゃくちゃ熱いです。で、中身のね、豚肉からね、ものすごく、肉汁が出てるのと、あとね、上の方ね、ちょっとね、熱のね、蒸気穴みたいな開いてるんで、ここからね、余分な蒸気は外に出しながら、うまみをね、中の肉種にね、ギュッと閉じ込めるっていう感じですね。で、食べ始めるとね、結構すぐに中のね、具に当たってまいります。で、皮はね、もっちりとしててね、ほんのり甘さと塩味があります。でね、中身ぎっしりでしょ。で、こちらね、お肉と淡路産の甘い玉ねぎ、それと椎茸ですね。もう旨味のオンパレードですよね。それプラス2ミリ角ぐらいにね、カットしたタケノコが入ってますんでね、食感がね、ものすごく面白いんですよね。ただ1個がね、360円だったかな、するんですよね。ちょっとね、その分だけ高いのかなと、他のものに比べて100円近く高いので、まあその分はね、この美味しさにはつながってくるのかなという感じはするんですけども、
はい。でね、皮もね、パサパサではなくね、しっとりしてて、甘みとほんの少しの、塩味ですね、がありまして、結構ね、最後の最後まで美味しくいただけました。もうこのね、コーランさん一旦食べちゃうとね、他の豚まん屋さんの豚まんがね、ちょっと薄く感じるのかなっていう感じですね。はい。でこちらが、味の分析でございます。味評価、旨味がね、最高得点の、10ですね。甘みも9。塩味が少しありますね。大きさが約直径9センチ、高さ5センチ、全体の重さ 126.4g、具の重さ 29.2g ですね。1個のお値段が360円。ベースはね、醤油ベースのあんで、皮はね、厚くてほんのり甘いです。で、豚肉とね、淡路産の玉ねぎに椎茸、たけのこが入ってましてね、旨味が凝縮されております。で、肉汁がね、どんどん溢れ出してきてね、いつまで食べててもね、飽きないような美味しさでございます。で、一応ね、添え付けでね、マスタードはついてきますんで、そちらをつけるとね、さらにアクセントがついて非常に美味しくなります。で、味評価平均が7で、コスパはね、どうしてもね、値段が高いので 0.8 になっちゃいました。総合評価として 7.8 ですね。これでね、高いと思うのか、妥当と思うのかはね、皆様で実際ね、食べてみて判断してみてください。はい、今回はコーランさんと、元町のシコーローさんを、比較してまいりました。またね、今回の豚まんのご紹介いかがでございましたでしょうか。今回の動画良かったと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価、あとコメントいただけましたら大変嬉しいです。それではまた次回皆様とお会いできるまで。さようなら。